やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。さて。PL13、PR1 バランス、PR1 プロ、PR1 ハイファイ。これ何のことかわかるかい？ KZ くんがすでに発売した、平面駆動イヤホンの数々だよ。なんと去年の9月から、半年の間に、同じサイズの平面駆動ドライバーを使ったイヤホンを、すでに4台も発売している。とはいえ、PR1 に関しては最初からバリエーション展開を考えたものだったっぽいので、実際には、市場のパイロット版の CCA-PLA13、そして、その正式で双子の PR1 シリーズ、どうせだったら1台で美味しいところを全部吸いたい人向けの PR1 プロと、そんな感じで住み分けができてるラインナップだったんだよな。平面駆動モデル、また出た。今回も、PLA13 から引き継いでいる基本構造はそのままに、チューニングを改良したモデルになった。今回紹介するのは、KZPR2、PR1 からナンバーが進んでいるけど、基本的に構成が変わったり、外装に大きな変化が加えられたわけではない点は注意が必要だ。じゃあ、なんでナンバーが進んだのか？なんでこのタイミングでまた平面駆動を発売したのか？その答えは、HBB によるチューニング変更が行われたからなんだよな。2021年くらいからえらく活発になった平面駆動イヤホン市場なんだけど、この KZ の PR1 をはじめとした、13ミリオーバーの平面駆動ドライバ単発イヤホンは、めちゃくちゃ市場に溢れている。そんな中で、KZ は低価格化した大型平面駆動ドライバーを、さらに低価格化した PR1 シリーズを投入してきたわけなんだけど、その裏で TRN がしれっと5000円台のスクエア平面ドライバー BA 機である原部を発売したり、挙句大型平面駆動ドライバーを搭載した低価格モデル、スザクをしれっと投入したりと、超低価格平面駆動ドライバー界隈で言うと、ライバルが強い状態が続いていた。そこに登場したのがチューニング変更品の PR2、フェイスプレートにも変更が加えられているけれど、基本的には表面的なデザイン変更なので、音質への変化はそれほど大きくなさそうだ。PR2 を含む、KZ の平面駆動シリーズは、大型のドライバーを、いつもの KZ の形なボディに押し込んで、うまく、装着感をいつも通りにしたまま、ビッグドライバーの実力を楽しめる仕様になっている。このサイズの平面駆動イヤホンの中では、特に装着感が優秀なモデルと言えるんじゃないかな。なので、PR には従来モデルから形は変わっていないんだけど、基本的には、これでいいんだよこれで、という人が多いはず。実際僕にとっても、これでいいんだよこれで、という気持ちが強かったな。PR2 の音質に触れるには、PR1 系のチューニングについて先に触れておいた方がいいと思うんだけど、KZPR1 シリーズは、平面駆動モデルでありながら、どことなく KZ っぽさがしっかり高音域、低音域に含まれるイヤホンだった。例えば、高音域に特定のピークが存在していて、フラット感の強い平面駆動イヤホンの中でも、明らかに金属音がよく立つように調整されている。低音域も、他の同クラス平面駆動機に比べて、ソリッドでありながら、結構力強い調整になっていて、ここら辺の印象もしっかり記憶に残ったな。空間は平面駆動機らしい、強調がないけどちょっと広めな音、背面のベントが仕事をしてるっぽい。平面駆動ドライバーは、一気に安価になったので、大量に、各メーカーから新商品が同時期に発売されたんだけど、ダイナミックドライバーと違って、振動板でそれほど差別化するわけでもなし、サイズ感も各メーカーあんまり変わらない、とあって、十数台出た平面駆動のうち、1台か2台持ってればいいかな、という気分にさせられがちなんだけど、PR1 シリーズは、しっかり平面駆動の良さと、KZ っぽさを両立していて、それでいてライバルよりもお安めの価格で入手できたので、そこが、PR1 シリーズを選択する理由になってたんだよな。対して KZPR2 は、というと、価格は、PR1 プロで1回値上がりしたから、その流れで PR1 プロと同じ価格なのかな、と思わせておきながら、なぜか、PR1 ハイファイやバランスとほぼ同じ価格帯で初値で登場してきた。これは、安価、かつ高性能なイヤホンブランドとしての KZ っぽさをしっかり出せた、強気の価格設定だと思う。なので、価格面は、PR1 シリーズと同じくらい魅力がある。PR2 が、PR1 シリーズと異なるのは、音色と、それからデザイン、どこか若いかっこよさのあった、PR1 シリーズから、より普遍的な年齢の男性がワクワクするグリルデザインに変更。見た目はこっちの方が好き、という人も多いんじゃないかな。基本的には、背面と側面のグリルの変更だけで、装着感に関わる部分のデザインは変更になっていない。なので、外見に関しては、基本的に顔だけリデコした PR1、という印象で大丈夫だ。となると、やっぱり本当に重要なのは、音色の部分になると思う。
ここ最近、HBB コラボのイヤホンはいくつか触ってきたんだけど、今回の PR2 の以前に、似たような平面駆動モデルで、HBB コラボだった商品はすでに紹介しているな。タングザゼティアン U ヒーデイエディションという、ちょうどガンメタリックのメッキ仕上げのフェイスプレートを持つところまでよく似ている、同じ平面駆動、大型ドライバー、そして、HBB コラボの商品をすでにレビュー済み、同じ HBB が手掛けた、平面駆動イヤホンということで、これは、ロープライス版のゼティアンはヒーデイになるかなと期待している人もいるはずだ。肝心要の音色についてなんだけど、まず、ベースとなった PR1 は、特に、高音域側に特徴があった。基本的にはドンシャリキャラクターで、わかりやすい楽しさと、平面駆動らしい、細部の歪みのなさが、価格の割によく出ている、良いイヤホンなんだけど、HBB コラボがそこに投げかけたのは、KZ っぽさのカットだ。特に、高音域が刺さるような音が苦手な HBB コラボによってなのか、高音が、PR1 ハイファイ、PR1 プロ、PR1 バランスの順に強い PR1 シリーズと比べて、PR2 はどれよりも高音側の刺さりがない。これによって、全体から金属音だけが持ち上がる感じはなく、その結果、PR2 は、平面駆動イヤホンの中でも、臨場感を持ちながら、平均点を取れている一台になっている。金属音の主張が力強い、あるいはよりドンシャリ、あるいは、より高音域よりの音色が欲しい人は PR1 シリーズを漁った方がいいだろう。PR2 は、上位価格の2万円くらいまでの平面駆動大型ドライバー単発のイヤホンを、すべて足して割ったような、程よい平面駆動モデルになっている。それも、メーカーの妙に粘る個性なしで、だ。なので、PR2 を個人的におすすめしたい層は、今までの平面駆動イヤホンが気になってはいるんだけど、価格が気になって買えなかった層、平面駆動モデルの低価格品が欲しかったんだけど、結構クセモノ揃いだったところに、安心してつかめる平面駆動モデルがやってきた、ということにワクワクする層におすすめしたい。他の平面駆動イヤホンと重複して所有した場合、特にバランス型の平面駆動モデルの上位機種と比べて、遜色のない働きをする点に注目ぞ。一方で、かなり印象が近くて、上位モデルの平面駆動機と差別化するのが難しい。今から平面駆動イヤホンに1台触ってみたいのなら、PR2 から入ることをお勧めする。この価格帯の平面駆動イヤホンの、ダイナミックドライバーよりキレを上げなくても、しっかり分離、改造感がついてくる感じを十分に味わうことができるぞ。一方で、上位モデルと並び立てるものの、かなり近いターゲットを狙っているので、今から、あえて買い替えをする、となると、ちょっと疑問符が浮かぶんだよな。高音域は刺さる部分がなく、若干柔らかめな印象を受ける。ただ、平面駆動らしく、かっちりと鳴らせる部分もある。中音域はかなり得意。ボーカルなども全く破綻せず聴かせてくれる弱ドンシャリくらいの印象なので、中音域を主体にした曲でも、しっかりと主役を変えずに聴かせてくれるな。低音域は平面駆動にしては結構力強く、一般的な1ダイナミックドライバーイヤホンと比較すると、より強いものはあるな、というバランス。KZPR1 バランスから、高音域の高質さと低音域、特にサブベースの強烈さを適量力を抜かせたような1台で、いろんなジャンルに対応できるぞ。同じ HBB がコラボした、タングザ XHBB ゼティアン U ヒーデイエディション、不足点全盛基板と比較すると、金属ハウジングの不足点の方が、より音の引きが綺麗に出る、少し PR2 の方がゆったりとしている印象。ここの残響の違いの印象と、アルミハウジングを使っている不足点全盛基板の高質感の表現なんかで差が出る。あと一歩の違いなんだけど、全体の感じ方に大きな差をもたらすので、HBB 版不足点とは、近いドライバーだけど、かなり最終的な印象は違いそうだ。それから、この価格帯で TRN も平面駆動イヤホンを出している。それから、キネラ系のセレストも、10ミリ四角形形状の振動板というちょっと珍しい形だけど、平面駆動イヤホンを発売しているな。セレストのガミホと比較すると、ガミホよりも低音側の臨場感が良く、また、高音域側も若干メリハリがよく聞こえる。ガミホは本当にフラットな印象の平面駆動イヤホンなので、そこに、HBB っぽいというべきか、抑えられた KZ 製のようなダイナミックさがあるのが、PR2 との違いだ。また、ガミホのブラッシュアップバージョンのパンダモンは、サクサクと高音域側が軽快な印象を与えられる、高質な音が特徴なんだけど、これは、PR1 シリーズの高音域に近い印象だな。PR2 の落ち着いた印象とはかなり異なる。TRN からは、この価格帯で、平面駆動モデルが2つ発売されている。すなわち、原部とスザクだ。原部は、セレストガミホをそのままはっちゃけさせたようなサウンドで、強烈な高音域と、ハッスルした小型平面駆動ドライバーの低音域、という、かなり異色なイヤホン。なので、PR2 とは比較しづらい。両方持ってても楽しめるだろう。
本機の最大のライバルは、丸型12無オーバーの平面駆動ドライバーを持つ、構成的にも近い、TRN スザクだ。スザクは低価格ながらニュートラルなバランスの一台として登場したんだけど、最初に買う平面駆動低価格モデルはどっちと言われたら、僕は迷わず、PR2 の方を推薦する。高音、低音に楽しさがあって、なおかつ、スザクのウォーム感とでも言うべき感じは、PR2 にも備わってる。汎用性は PR2 の方が高いんじゃないかな。装着感はどちらでも問題ないと思うので、デザインでスザクを選びたい、という人は、デザインで選んじゃってもいいだろう。というわけで、似たようなライバルが非常に多い、PR2。価格的に大きく差別化した上で、バランスが良く、高音が優しい、上位平面駆動ドライバーイヤホンと比較しても、遜色のない出来を持っている。PR1 の個性である、高音のピークは綺麗に鳴らされていて、KZ っぽさからは後退したものの、このようなサウンドの低価格平面駆動イヤホンを求めていた人は多いはずだ。なので、PR1 に納得できなかった人が、より優しいイヤホンを求めて購入するのはありだと思う。逆に、PR1 の進化系だと思って購入すると、思ってたのとちょっと違うかもしれない。KZ の目立つ要素をうまく抑えた、良い一台だと思う。KZ 大好き人間以外にはな。というわけで、ニュートラルで聞きやすい平面駆動機にチャレンジしてみたい人におすすめだ。一方で、すでにそれに近いものを持っている人には、手持ちにかなり近い音になってしまうかも。PR1 シリーズの高音がきつい、と思ってた人、それから、TRN スザクを購入しようか悩んでいた人におすすめだぞ。と、こんなところだな。PR2、PR1 のチューニング変更品なんだけど、好みはざっくり分かれると思う。個人的には、この価格帯はちょっと雑なくらいが愛嬌があって好きなんだけど、PR1 シリーズから鋭さを捨てた PR2 は、上位機種の味をほぼ再現できているので、そういう目的で購入できる、良いイヤホンだぞ。といったところで今回はここまで。